こんにちは。Everyday Japanese by あやを聞いてくださってありがとうございます。今日は2026年の私の目標について話していきたいと思います。そして私のおすすめの目標の設定方法についてもお話ししたいと思います。では早速質問です。皆さん今年の目標はありますか？私はさっき今年の抱負を決めました。抱負という言葉聞いたことありますか？日本人はよく今年の抱負を考えます。抱負というのは最初に話した目標という言葉と同じ意味なんですけど、1年の目標とか1年の初めに立てる1年の目標について言うときに抱負という言葉を使います。なのでお正月や1月の初旬にその年の抱負を考えることが多いです。もし皆さんが今目標とか抱負がなくても、この私の今日のコンテンツを聞いてよし考えるぞと思ってくれる人がいたらとっても嬉しいです。ぜひ最後まで聞いてみてください。では最初に私の今年の目標についてお話ししたいと思います。それは時間を無駄にしないことです。当たり前のことかもしれないんですけど、なかなか難しいことだなと思っています。そして時間を無駄にしないという目標は少し抽象的なので、具体的な行動指針、つまり意識してすることを2つ考えてみました。1つ目は朝起きたらその日のやることリストをメモするということ。そして2つ目はインスタグラムや YouTube に出てくるショート動画やリールとかを目的がないままだらだら見ないことです。ではどうして私がその目標にしたか、おすすめの目標の設定方法と一緒に説明をしていきたいと思います。この方法は私が日本の会社で営業職として働いている時に学んだ方法です。営業のお仕事の成績は目標の金額と自分の実績を比較、比べていい、悪いを決めることが多いですよね。つまり、いい成績を取るためには目標を達成する必要がありますし、目標を達成するためには適切な行動が必要になります。その適切な行動の考え方も学んだので、一緒にシェアをしていきます。では早速おすすめの目標の設定方法についてお話ししていきましょう。これは全部で3ステップあります。1つ目のステップは大きな目標を立てるということです。これは1年のような短い期間の目標ではなくて、5年後、10年後のような長い期間での目標のことです。例えば
私が働いていた会社では5年間の中長期目標金額がありました。そしてそれを達成するために今年はいくらが必要か、四半期、つまり3ヶ月の間ではいくら必要かという感じで細かく目標を立てていきました。これをプライベートの目標に当てはめるとすると、5年後、10年後に自分がどうなっていたいかを考えるということですね。つまり自分がやりたいことってなんだろうな。5年後、10年後、どうなっていたら自分は嬉しいかな、幸せかな、最高だって思えるかな。そういったことを考えるといいと思います。私が考える幸せな生活というのは、自分の時間があってやりたいことができる時間とお金があることです。例えば旅行に行ったり、週末にパンを焼いたりするような生活です。皆さんはどうですか？どんな生活をしたいですか？どんな時に幸せだなぁと思いますか？例えば結婚したいとか、高いブランド品をたくさん買いたいとか、もっといい会社で働きたいとかありますか？このように自分のなりたい姿を考えた後はステップ2に行きます。ステップ2は現状を把握するということです。ステップ1で考えた私の幸せな生活は、自分の時間があってやりたいことができる時間とお金があることでしたね。それに対して今自分はどのような状況かというのを一度考えてみます。じゃあ時間はどうでしょうか？今私はオンラインで日本語の先生をしているので、仕事をする時間は自分でコントロールすることができます。今は自分が自由に使える時間が十分あります。ではお金はどうでしょうか？お金は普通の生活はできるくらいにはあるんですけど、十分じゃないと思っています。例えば旅行に行きたいとなった時に、すぐに行けるようなお金はあんまりなくって、貯金をして旅行も少し節約をしながらするような流れになります。なのでもっと稼ぐことができたらいいなと思っています。そしてお金を稼ぐ方法を考えた時に、今の働き方はリスクもあると思っています。なぜなら会社員とは違って自分が働かない、もしくは働けないと収入がなくなってしまうからです。お金が稼げません。つまり今の現状についてまとめると、時間は十分だけどお金に対しては金額が十分じゃなくって、収入を上げる必要があります。そして働き方にはリスクがあります。では最後にステップ3です。これまで大きな目標を立てて、その目標に対する現状を把握しましたね。ステップ3ではその2つのギャップを把握して解決策を考えるということをします。じゃあ私の場合はどうなるでしょうか？つまり私が今持っているギャップはお金という面ですね。
時間は特にギャップはありません。毎日仕事の時間をコントロールできますし、日本の会社で働いていた時よりも旅行に必要な休みが取りやすい状況だからです。では、お金という面について考えていきましょう。大きな目標を達成するためには、毎月の収入を上げる必要があります。そして自分の働いた時間に左右されずに安定した収入を得られたら、もっと理想のイメージ、つまり目標に近づけます。ギャップや改善したい点が確認できましたね。次はこの2つを実現するためにどうしていくか、解決策を考えてみましょう。ここでは現実的な解決策を考えてくださいね。100% できるという自信がなくてもいいです。ただ、自分が行動することで何か変わるかもしれないという可能性があるものにすべきですし、成功する可能性が高ければ高いほどいいです。私が考えた解決策は2つあります。1つ目は会社で働くということです。会社で働けば毎月ある程度安定した収入が入ってきますし、自分がもし体調を崩してしまった時も収入が大きく変動することはなく、安定して収入を得ることができるいいポイントがあります。ただ、問題もあります。2つあります。1つ目は、会社で働くと今のように自分で自由に仕事の時間を管理することは難しくなるということです。そして2つ目は、自分の理想の仕事がなかなか見つからない。もしくは見つけてもなかなか雇ってもらえないということです。1つ目の時間の管理が難しいという点について、なるべく日中帯で忙しすぎない仕事を選べば解決しますが、そうすると2つ目の問題である働き先の候補がどんどんなくなります。とても難しいことは分かっていますが、自分の幸せのために自分の価値を上げて成功する可能性を高めようと決めました。そして価値を上げるための方法として英語の勉強をすることに決めました。なぜならカナダの会社で働くときには絶対に必要となる能力ですし、日本の会社で働きたいときに英語ができるととてもいい武器になるからです。現状、私は英語を使いながら日本語のレッスンをしています。なので、コミュニケーションはある程度できます。でも、それは生徒の皆さんが頑張って理解しようとしてくれているおかげで、おそらく間違いだらけですし、子供っぽい簡単な単語しか使えません。なので、英語をレベルアップさせてビジネスで使えるようにしようと思います。そして、もし会社で働くというプランがうまくいかなくても、これは役に立つと考えています。なぜなら、英語力を身につけることで、より日本語をわかりやすく教えることができて、今のレッスンの単価を上げることにもつなげられると考えているからです。なので、英語力を上げることで、運が良ければ一石二鳥、つまりいいことが2つ得られると考えています。
どうでしたか？一つ目の解決策は会社で働くことで、そのために英語の勉強をしたいと思います。このように解決策を考えた際に、もしその実現までの過程で問題やギャップがあると感じたら、もっと細かい目標や行動指針があるといいです。では、2つ目の解決策です。それは他の収入源を作るということです。今、日本語教師として収入を得ていますが、それだけではなくて YouTube や教科書の販売によって収入を得られるといいなと思っています。なぜなら、この2つは働く時間が決まっていないですし、収入は働いた分だけ得られるんじゃなくって、利用いただいたタイミングに応じて対価を得られるビジネスだからです。つまり、自分がもし働けなくなった場合でも、過去に自分が作ったものがお金を稼いでくれるという仕組みができますよね。もちろん簡単じゃないです。動画を作ったり、テキストを作ったりしても、このまま一生1円も稼げないなんてこともあるかもしれません。同じように一生懸命頑張っている人は他にもたくさんいますからね。ですが、とりあえず続けてみようと思います。今、このチャンネルの登録者数は150人未満ですが、まずは2026年の間続けてみようと思います。そのために作業をする時間だったり、いいコンテンツを作るための知識をつけたりする時間を確保する必要があります。なので、改めて2つ目の解決策は他の収入源を作るです。これまで考えた2つの解決策は大きな目標を達成するためのものなので、短期間での達成を目指さなくてもいいものです。ですが、個人的には3年以内にはある程度時間とお金が自分の満足のいくような状態になっていたいと思っています。そのためにまずは作業や勉強をする時間が必要なので、今年は時間を確保して有益に使う、無駄にしないということを目標にします。ここまで3ステップで目標を考えてきました。じゃあ次はどう目標を達成するかですね。まずはどうやって時間を確保しましょうか。皆さんも仕事や学校に行きながら日本語の勉強をしていると、なかなか勉強する時間ないなぁと思いますよね。皆さんはどうやって勉強する時間を確保していますか？何かおすすめの方法はありますか？私はとりあえず意味もなくダラダラする時間を減らそうと考えました。もちろん遊ぶ時間を減らせる人もいると思いますし、趣味の時間を減らせる人もいると思います。でも私はそもそも友達が少ないので、遊びに使う時間はもともとほとんどなくって、家でダラダラしている時間が多いですし、趣味の時間は気分転換になってモチベーションを上げるための一つの方法になるので、あまり減らしたくないです。なのでダラダラしている時間を減らすことにしました。具体的には
このコンテンツの初めにお伝えした通り、2つの方法でダラダラしている時間を減らそうと思います。1つ目は朝起きたらその日のやることリストをメモするということ。そして2つ目はインスタグラムや YouTube に出てくるショート動画やリールとかを目的がないままダラダラ見ないことです。この方法にした理由などについてもお話ししたいのですが、とても長くなってしまうと思うので、次回のコンテンツでお話ししようと思います。ちなみに私はダラダラリラックスする時間は好きですが、基本的に効率の悪いことが嫌いです。やることはさっさと終わらせて早く休みたいというタイプです。なので日本の会社で働いているときは時間を効率よく使っていて、たくさんの人に仕事が早いと褒められました。今回の時間を確保する方法であるやることリストメモも働いていた時に使っていた方法のうちの一つですが、計画にしないでメモのままにしておく理由があるんです。なので時間がなくて困っている方や、もっと時間を確保したいという方がいれば、ぜひ次のコンテンツも聞いてみてください。皆さんにもきっと役に立つことがあると思っています。なるべく早く次のコンテンツを準備するので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。そして目標を決めた方がいたら、ぜひコメントで共有してくださいね。今回のエピソードはここまでです。最後まで聞いてくださりありがとうございました。話してほしいテーマがあれば、ぜひコメントをしてくださいね。では次のエピソードでお会いしましょう。またねー。